こんにちは。今日のテーマは Arduino Uno Q です。こんにちは。手元にはですね、シニアの方向に向けて書かれたすごくわかりやすい技術ブログの記事、それからそのコンセプトを一枚にまとめたインフォグラフィックがあります。はい。今回のミッションは、この新しいボードって何なのとか、誰のためのもの、そして皆さんが気になるであろうラスベリーパイとどう違うのかというあたりをあなたと一緒に深く掘り下げていこうと思います。いいですね。さて、資料を読み始めてすぐに目に飛び込んできたのが、デュアルノーっていうSF みたいなキーワードで、ここから紐解いていきましょうか。はい。そこが全ての始まりであり、このボードの存在意義そのものですね。一言で言うと、性質が全く違う2つの頭脳を1枚の基板に乗せてしまった。これがアルドゥイエノ Uno Q なんです。2つの頭脳。一つは Linux を動かして AI の推論とか映像処理みたいな複雑で重い計算をする考える脳 MPU です。なるほど。考える脳。そしてもう一つはモーターを寸分の狂いなく動かしたり、センサーの信号をミリ秒単位で正確に捉えたりする精密なタイミング制御のプロ。これが体を動かす脳 MCU。この2つが同居してるんです。考える脳と体を動かす脳、面白いですね。でもこれまでも賢いボードとモーターを動かすボードを別々に買ってきて、ケーブルでつないで連携させるみたいなことってできましたよね。はいはい。それを一つにしたっていうだけなんですかね。いい指摘ですね。まさにそこが重要なポイントで、ただ一つにしたっていうのとはちょっと次元が違うんです。これまでのやり方だと、開発者は2つの全く異なる世界の橋渡しを自分でやらなきゃならなかった。なるほど。片や Linux の世界、片やマイコンのリアルタイムの世界。通信が途切れたらどうするかとか、タイミングがずれたらどうするかとか、そういう地味で複雑な問題にものすごく時間を費やしてたんです。Uno Q はその橋渡しをハードとソフトの両面からすごくエレガントに解決しようとしている。ここが革新的な点なんですよ。なるほど。単なる 2-in-1 じゃなくて、もう最初から一つのチームとして機能するように設計されているということですね。まさしく。じゃあそのチームのメンバーをもう少し詳しく見ていきましょう。インフォグラフィックだと MPU 側に AI のアイコン、MCU 側には歯車のアイコンが描かれてて分かりやすいですね。まず考える脳の MPU、マイクロプロセッサーユニットにはクアルコム製の QRB2210 が載っています。クアルコム。はい。これはスマホ向けのチップがベースで AI 推論とかカメラからの映像処理、ウェブサーバーを動かすといった高度なタスクが得意です。一方で体を動かす脳の MCU、マイクロコントローラーユニットには STM32U85。こちらはセンサーの読み取りとかモーター制御、とにかくタイミングの正確さが命という仕事を担当します。面白いのは、例えば考える脳の MPU が何か重い処理、AI の学習モデルを読み込んでるとか、そういう最中に一瞬フリーズしたとしても、体を動かす脳の MCU は影響を受けずにモーターを正確に回し続けるみたいなことができるんですか？まさにその通りです。それが MCU を同居させている最大のメリットの一つですね。なるほど。汎用の OS である Linux ってバックグラウンドで何が動くか予測できないんで、タイミングが厳密な制御にはもともと向いてないんです。でも Uno Q なら MPU がどんなに忙しくても MCU は独立して自分の仕事、つまりリアルタイム性が求められるタスクを黙々とこなし続ける。この2つの脳は RPC ブリッジっていう専用の高速道路でつながっていて、お互いに必要な情報だけをやり取りするという仕組みです。頭脳が2つあるのは分かりました。でもそれをどうやって一つのものとして操るんですか？ MPU で動く Python と MCU で動く C++ って全然違う言語じゃないですか。そうですね。普通に考えたら2つの別々のプロジェクトを無理やり連携させるみたいな、悪夢のような開発体験になりそうですけど。何か特別な仕掛けがあるんですか？鋭いですね。その悪夢を避けるための答えが専用開発環境の Arduino AppLab なんです。AppLab。はい。これが MPU で動く Python コードと MCU で動く C++ コード、いわゆるスケッチですね。これを一つのプロジェクト、一つのアプリとして統合的に管理できるツールなんです。だから開発者は2つの世界を行き来してるっていう感覚をほとんど持つことなくシームレスに開発を進められるわけです。
スペックで他に気になったのは、Wi-Fi と Bluetooth が標準搭載なのは今時ですけど、SD カードスロットがなくて、代わりに eMMC っていう内蔵ストレージがある点。あと、基板のど真ん中に 8×13 の LED マトリックスがついてるのもユニークですね。その2点は、このボードがどういう場所で使われることを想定しているかをよく表してますね。と言いますと、 SD カードって手軽ですけど、振動とか長期間の運用で接触不良とかデータ破損を起こしやすい。確かに。その点、基板に直接ハンダ付けされている eMMC は、やはり信頼性が高い。なるほど。そして LED マトリックスは現場に PC とかディスプレイがない状況でも、ボードが今どういう状態なのか、IP アドレスは何かみたいな情報を簡易的に表示できる。どちらも一度作って現場に置いたら、あとは安定して動き続けてほしいっていうプロの要求に応えるための仕様と言えますね。なるほど。その現場っていうキーワードでつながってきました。このボード、開発スタイルを2つから選べるようですね。PC 接続モードと SBC モード。この2つのモードがあることで、開発者の体験ってどう変わるんでしょう？ここが、このボードの使い勝手を決定づけるもう一つの面白い点です。まず PC 接続モード。これは従来の Arduino と全く同じ感覚です。USB-C ケーブル1本でいつも使ってる Windows とか Mac につないで開発する。PC の大きな画面と使い慣れたキーモード、強力な CPU パワーを借りてプログラムを書いたりデバッグしたりできる。デスクの上で試行錯誤を繰り返すプロトタイピングの段階ではこれが一番効率的ですね。それは想像がつきます。じゃあ SBC モードというのは？ SBC はシングルボードコンピューターの略ですよね。これが UNO9 の真骨頂です。このモードではボード自体が小さな Linux PC として完全に独立します。HDMI でディスプレイを USB でキーボードとマウスをつなげば、なんとボード上にプリインストールされた AppLab が起動して、開発から実行まで全てを UNO9 単体で完結できるんです。なるほど。じゃあ例えば僕が何か新しいロボットアームの動きを試したいとき、最初の100回は自分のデスクで PC につないでコンソールにログを吐き出しながらデバッグして、で動きが完璧になったらそのコードを UNO9 に書き込んで、アームごと工場のラインに持っていって、あとは電源を挿すだけみたいな。そうです。この机の上と現場の往復がスムーズなのは、開発者にとってはかなり嬉しいポイントかもしれませんね。まさにそのワークフローこそが設計者が意図したものです。PC がない現場でのデバッグとか微調整もディスプレイさえあればできてしまう。机の上での試作と現場での実装、その間の溝をこの2つのモードがシームレスに埋めてくれるわけです。では、その開発体験の核心である AppLab についてもう少し深掘りさせてください。資料に何度も出てくるブリックという言葉が気になります。インフォグラフィックにもレゴブロックみたいなアイコンが描かれてますけど、これは一体何なんですか？ブリックスは AppLab の思想を象徴する機能ですね。これはよく使われる複雑な機能をパッケージ化したいわばソフトウェアのレゴブロックです。ソフトウェアのレゴブロック。例えば AI の推論エンジン、データベース、ウェブサーバー、カメラの制御といった本来なら専門知識と多くの設定が必要な機能を自分のプロジェクトにブロックをはめ込むような感覚で簡単に追加できる仕組みです。ブロックを積み上げるようにっていうのは聞こえはいいですけど、こういう抽象化されたツールって結局は自由度が低くて帯に短し、たすきに流しになりがちじゃないですか？ちょっと複雑なことをしようとすると、結局ブリックスの中身をいじる必要が出てきて、かえって面倒になったりしませんか？それは非常に適を経た懸念ですね。実際、あらゆるケースに対応できる万能のブリックスっていうのは存在しません。ですよね。ただ、このアプローチの狙いは、プロトタイピングの速度を劇的に上げることにあるんです。例えば、カメラの映像を AI で物体認識して、結果をスマホのブラウザに表示するっていうアプリを作りたいとします。ゼロから作れば数週間かかるかもしれない。でもブリックスを使えば AI、カメラ、WebUI のブロックを組み合わせることで基本的な骨格をわずか数分で作り上げることができるんです。なるほど。まずはブリックスで動くものを素早く作ってしまうと。そうです。その上で本当にこだわりたい核心部分、つまり自分のプロジェクト独自のロジックに集中できるという考え方なんですね。その通りです。開発者は面倒な環境構築から解放されて本当に創造的な部分、つまり MPU 側の Python コードと
MCU 側の C++ コードがどう連携して価値を生み出すかという点にいきなり取り組めるわけです。資料にあったコード例がその連携のシンプルさをよく示してます。ありましたね。MPU 側の C++ コードからbridge.call Python ファンクションネームっていう一行で MPU で動いている Python の関数を直接呼び出している。そうなんです。これが2つの脳をつなぐ魔法の呪文というわけですね。まさしく。このラウターブリッジっていうライブラリが異なる言語と OS の壁を吸収してくれてるんです。へー。MCU 側から見ればまるで同じマイコン内の別の関数を呼び出すような手軽さで MPU の持つ AI の力とかネットワークの力を借りることができる。逆もまたさらにです。MPU の AI が猫を認識したら MCU に信号を送ってモーターを動かすっていう連携が驚くほど直感的に書けるんですよ。それは非常に強力ですね。そうなると既存の開発環境、例えば従来の Arduino IDE2 とかよりプロ向けのプラットフォーム IO との使い分けはどう考えればいいんでしょう？はい。AppLab があれば他はもういらないってことにはならないんですか？それはなりませんね。それぞれに明確な役割があります。まず U の Q のデュアル脳をフル活用するならもう議論の余地なく AppLab 一択です。でもプロジェクトによっては Linux の機能は全く必要なくってただ MCU 側で LED をチカチカさせたいだけみたいな場合もあるでしょう。ありますね。その場合は使い慣れたシンプルな Arduino IDE2 が最適です。なるほど。そしてプラットフォーム IO はもっと大規模でチーム開発を行うようなプロの現場で進化を発揮します。自動テストとか継続的インテグレーションといったAppLab にはない高度な開発支援機能が揃ってますから。目的に応じて最適なツールを選ぶという考え方は変わらないですね。なるほど、よくわかりました。さて、いよいよ性能の話です。AI が動くといっても、この小さなボードで一体どの程度のことができるんでしょうか？ここは現実的な視点が不可欠ですね。このボードの MPU は先ほども触れたように省電力なモバイル向けのチップがベースです。なのでこれはモバイル級の軽めから中程度の AI タスク向けと考えるのが妥当でしょうね。軽めから中程度。例えばヨーロ V5N のような軽量な物体検出モデルを使ってカメラ映像の中から特定のオブジェクトを見つけたり、マイクに入ってきた音声からこんにちは Arduino みたいなキーワードを認識させたり、そういった用途には非常に適しています。ということは今話題の巨大な言語モデルを動かしてチャットさせるとか 4K の高解像度映像をリアルタイムで解析するとか、そういうヘビーなタスクは想定されてないと。その通りです。あくまで電力とか設置場所に制約のある現場で賢い判断と精密な動作を両立させることがミッションなんです。デスクトップ PC とかサーバーみたいな潤沢な電力とか冷却を前提とした計算パワーを求めるものではないということですね。なるほど。電力に制約のある現場でそこそこの格差を発揮するのが得意分野なんですね。でも正直に言うと AI が動く小さなボードって聞くとやっぱりみんな頭に浮かぶのはラスベリーパイだと思うんですよ。そうですよね。特に最新の Pi5 はかなりパワフルですし、この UNO Q はその机上にどう挑むんでしょうか？ここが一番の確信ですが、この2つのボードはそもそも目指しているゴールが違うんです。ゴールが違う？ラスベリーパイがより小さくよりパワフルな PC を目指して進化してきたのに対して、UNO Q は賢い頭脳と俊敏な身体をどう一体化させるかっていう全く別の問いに答えようとしている。これはこれまで開発者が2つの別々のボードを必死でつなぎ合わせて解決してきた長年の課題なんです。目指すゴールが違うと。もう少し具体的に言うと？ラスベリーパイ5は一言で言えば汎用ミニ PC です。汎用ミニ PC。CPU のコア性能 A76 ですけど、これは UNO Q の A53 を圧倒してますし、メモリーも最大16ギガと大容量。さらに PCIe っていう高速なインターフェースで SSD みたいなストレージも増設できる。とにかく純粋な計算パワーが欲しい、ウェブサーバーとデータベースと機械学習の推論を同時に動かしたいといった用途なら間違いなくラスベリーパイ5を選ぶべきです。まさにデスクトップ PC の代わりにもなるようなパワフルさですね。そうですね。ではUNO Q が輝くのはどういう場面なんでしょう？UNO Q の強みはその統合につきます。
パイが単体では持たないリアルタイム制御に特化した MCU を内蔵している点です。MCU の内蔵。例えば AI カメラで生産ラインを流れる部品の不良を検出して、その瞬間にロボットアームをミリ秒単位の正確さで動かして不良品を解きたいというプロジェクトを考えてみてください。はい。ラズベリーパイでやろうとすると、パイ本体に加えてモーターを正確に動かすためのアルドゥイノを別途用意して、2つをシリアル通信とかでつないで、通信が途切れないようにプログラムを工夫する必要がある。なるほど。ハードウェアも増えるし、ソフトウェアも複雑になるわけですね。その通りです。一方、UNO Q なら、そのすべてがボード1枚で、そして AppLab という一つの開発環境で完結します。ほう。AI で考える部分と、モーターを正確に動かす部分が最初から一つのチームとして設計されている。このシンプルさは特に製品開発の現場では、開発期間の短縮とかシステムの安定性に直結する非常に大きな価値を持ちます。住み分けがはっきりしてきましたね。ホームサーバーを立てたり、最新の AI モデルをとにかく動かしてみたいっていう研究目的ならラズベリーパイ5。AI の判断結果に基づいて物理的な何かを精密に動かすという思考と行動が直結した製品を作りたいなら、アルドゥイノ、UNO Q。はい。どちらが優れているかじゃなくて、あなたの目的はどちらに近いかっていう話なんですね。その理解で完璧です。さて、ここまで掘り下げてきて見えてきたのは、アルドゥイノ UNO Q は単なる新しいシングルボードコンピューターじゃなくて、思考と行動を統合するっていう非常に明確な哲学を持って作られた新しいカテゴリーのツールだということですね。まさしく。これまでなら Linux ボードとマイコンボードそれぞれの専門家が協力しないと作れなかったような高度な組み込みシステムを一人の開発者が、あるいは小規模なチームがより手軽によりスペーディーに作れるようにする。そのためのハードルを大きく下げる可能性を秘めています。特にAppLab と Bricks というソフトウェア側の思想がハードウェアの能力を最大に引き出す鍵になっていると感じますね。最後にあなたが少し考えてみるための問いを一つ。はい。今回の資料には、このボードの発表とほぼ同じタイミングで、半導体の大手であるクアルコムがアルドゥイノを買収したというニュースも記載されていました。ありましたね。スマートフォンの頭脳であるチップを作ってきた巨人が、このホビーやプロトタイピングの世界に本格的に参入してくるということは、今後の電子工作や製品開発に一体どんな未来をもたらすでしょうか。数年後、私たちの身の回りには、どんな AI による思考とリアルタイム制御による行動を組み合わせたデバイスが登場しているか想像してみるのも面白いかもしれません。